皆さん、こんにちは。よしえです。今日も私の動画を見てくれてありがとうございます。元気でしょうか？先日、すごく嬉しいことがありました。私の YouTube チャンネルの登録者数が3万人を超えました。はい、すごく嬉しいですね。先日のポッドキャストで、できれば2025年のうちに3万人を超えたいなという話をしていました。そして皆さんの協力のおかげで、なんとか12月中に3万人を超えることができました。とっても嬉しいですね。これで何か大きくチャンネルが変わるとか、そういうことではないんですが、これからも頑張っていこうという気持ちになりましたね。はい。そして今日の動画では、多分これまで話してこなかった YouTube を始めた頃の話をしたいと思います。最初始めて大変だったかとか、そもそもどうして YouTube を始めたのかとか、いつからお金をもらえるようになったのかとか、いろいろ思い出話をしたいと思います。はい、そうですね。私が YouTube を始めたのは2023年の9月だったと思います。だから今から2年とちょっと前ですね。その当時の私はパラグアイという国に住んでいました。はい。皆さんね、知っている人も多いと思います。当時、そのパラグアイという国で、スペイン語をすごく頑張って勉強していたんですね。当時の私はまだうまく会話ができなくて、友達もすごく少なかったんですね。そして日常生活で、スーパーとかで会話をするのも結構大変な時期でした。だから毎日5時間くらい勉強をしていたんですね。例えば作文を書いたり、文法を勉強したり、あとはハロートークで友達を作って言語交換をしたりしていました。もちろん YouTube でもたくさんの動画を見ていました。で、そうやって毎日一生懸命勉強する中で、私も何か日本語で勉強できるコンテンツを作りたいなと思うようになりました。そう、何か日本語を勉強している人のためになるような動画を作れないかなと思ったのがきっかけです。そう、私が YouTube でスペイン語を勉強するときにすごく役に立った動画があります。それが短いパッセージを読んで、それをシャドーイングしたり、単語やフレーズを覚えたり、そういう動画だったんですね。今の私のリスニングプラクティスの元になった動画スタイルです。私は単語帳で単語を覚えるのがすごく苦手です。そう、なんか単語帳って、たくさんの単語が、あんまり順番関係なく載っているじゃないですか。だから、なんか自分の中で、この関係ない単語たちを頭に入れて整理していくのがすごく苦手なんですね。で、そんな時に単語を覚える方法として、パッセージの中で単語を覚えるということをしていました。例えば何かテーマがあって、ルーティーンみたいなテーマがあったら、自分がやること、掃除をするとか、顔を洗うとか、料理を作るとか、そういう自分に関係するような単語を、覚えていくということが一番やりやすかったんですね。例えば、車がテーマのパッセージだったら、車に関係する単語がたくさん出てきますよね。
そういうのをシャドーイングして、この時に出てくる単語はこれとこれとこれだ、みたいな感じで覚えていくようになりました。だから、今のリスニングプラクティスもそういうスタイルですよね。いろいろなテーマがあって、テーマに関係する短いパッセージを読んでいます。そうで、それをね、2023年の9月に一つ目の動画を上げました。で、その当時は、もちろんこんな3万人も登録者がいるチャンネルになるとは思っていませんでした。でも、頑張って収益化をしたいとは思っていたんですね。収益化というのは YouTube からお金をもらうということです。そう、趣味として動画を上げ続けるというのは、モチベーションが続かないだろうなと思っていたんですよ。動画を作るってすごく大変なことだし、時間もかかる。そんな中でお金が全くもらえなかったら、多分すぐやめてしまうだろうなと思っていました。だからね、もう最初から私は1年以内に収益化するぞって決めていましたね。そしてかなり戦略を練っていました。ストラテジーを考えていました。日本語でそういう YouTube のストラテジーを発信しているチャンネルってたくさんあるんですよね。サムネイルはこういう風にした方がいいとか、アルゴリズムはこういう風に働きますよとか、そういうのを勉強できるチャンネルをたくさん見ました。今はもうほとんど見なくて、もうどういう内容だったか、いまいち覚えていないんですけど、とにかくね、たくさん勉強してから始めましたね。で、周りの人には全く言わずに、いきなり始めました。そう、ちょっとね、なんか恥ずかしいっていう気持ちもあったんですよね。日本では、YouTube をやるっていうことが、すごく普通なことではないんですよね。やっている人の方が珍しいという状況なので、自分がビデオを作って一生懸命、毎日それに時間を使っているっていうことが、少しね、ちょっと言いづらい状況だったんですよね。で、いつか、1000人とか2000人くらい登録者が増えたら、誰か友達に言おうかなぐらいの感じでね、始めたんですよ。そう。で、最初は顔を出さずに、スライド形式の動画を作っていたんですね。そう、今もそういう動画を作っているんですが、当時はオープニングも顔を出さずに、本当に声だけで作っていました。それで、どんどんね、結構ハイスピードで登録者が増えていったように思いますね。1日100人とか200人くらい登録者が増えて、どうだったかな ?4 ヶ月か5ヶ月くらい経った時に、その YouTube の収益化の条件に達しました。そう。条件というのがあって、確かね、なんか登録者が1000人を超える。あと、再生される時間が何千時間とか、そういうなんかコンディションがあるんですよ。ちょっと今覚えていないですが、4000時間とかだったかな。そう、動画を再生する時間と登録者というのが大切だったんですね。そう、それで、その条件を5ヶ月くらいで達成しました。そう、だから、なんか最初の方は結構楽しかったですね。
毎日動画を作ることに忙しかったんですけど、登録者がすごくどんどん増えているのが見えていたので、モチベーションもすごく高かったです。そして当時最初の方からコメントをよくしてくれる人がいました。で、今もね、覚えているんですが、一人のね、登録者の方が、私はあなたの動画でこんなにたくさん勉強しましたよっていうノートの写真を送ってくれたんですね。何枚も何枚も私の動画のパッセージを書き写したり、単語を勉強したりした写真を送ってくれたんですね。それでうわー、すごく嬉しいなと思って、私の動画でもこうやって一生懸命勉強してくれる人がいるんだと思って励まされました。うん。そういうふうに、コメントやメッセージで、たくさん私を励ましてくれる人がいたので、楽しく5ヶ月、6ヶ月目ぐらいまで続けていました。うん。でもある時から全然動画が伸びなくなったんですね。1000回とか、500回くらいの再生回数の動画も多かったですね。うん。で、それでちょっと動画を作る意味ってあるのかなみたいに考えていて、そこから、顔出ししてみようというふうに考えを変えました。うん。ね、顔出しをするっていうのは、すごく勇気のいることでした。ね、だって、全世界の人が自分の顔と声を見ることができるようになるので、ちょっと怖かったですね。うん。インターネットに自分の顔を載せて、悪いように使われたらどうしようとか、そういうふうにちょっとは心配しました。うん。でもそれまでコメントをくれた人がすっごくいい人で、あまり悪いことを言われたことがなかったんですよね。うん、例えば、こんな動画全然役に立たないとか、そういうことを一度も言われませんでした。みんなポジティブな言葉ばっかりだったので、大丈夫かなって、思いました。そう、結構楽観的に考えることができましたね。うん。それで、その私が勉強していた YouTube チャンネル、ストラテジーの勉強チャンネルとかでも、顔出しをすることのデメリットはそんなに大きくないですよって言っていたんですよ。それはね、ほんと人によりますよね。それで顔を出してデメリットを感じる人もいると思うんですけど、そのチャンネルのそのホストの人は、大丈夫だと思いますけどね、みたいな感じで言っていたので、大丈夫かと思って顔を出すことにしました。はい。で、それでせっかく顔を出すなら、ポッドキャストもやってみようかなということで、ポッドキャストを始めることにしました。うん。で、リスニングプラクティスっていう勉強系のコンテンツから、ポッドキャストをするって、結構方向性が違いますよね。うん。だから大丈夫なのかなって思ったんですよね。うん。YouTube のアルゴリズムって結構方向性がしっかり決まっているチャンネルにうまく働くんですよ。そうだからいろんな、例えば釣りをやっているチャンネルの人が急にライフスタイル系の動画を発信しだしたら、アルゴリズムはうまく働かなくなります。そう。だから、私も勉強系をやりながら、ちょっとカジュアルなポッドキャストをやり始めたらどうなんだろうなって
最初は迷っていました。まあ実は今も少し迷っているんですよね。これは。そう、1時間のポッドキャストが好きな人と、私のリスニングプラクティスが好きな人って一緒じゃないと思うんですよ。もちろん、どっちも見てくれている方がいるのも分かっているんですが、チャンネルを分けた方がいいのかなとか思うこともよくあります。で、まあ結果的に、その当時、すごく再生回数が低かったのが、ポッドキャストのおかげでまた成長することができました。そう。で、ポッドキャストを始めてからさらにね、コメントが増えて、DM をもらったりして励ましてくれる人も増えて、さらにね、YouTube が楽しくなりました。はい。で、それで顔出しをして約1年半くらいになりますね。それでどんどんチャンネルが大きくなって、やっと3万人になったという感じですね。はい。ざっくり私のYouTube の最初の方の思い出を話しました。未だにね、私の日本人の友達にはほとんど YouTube をやっていることは話していないんですよね。皆さんの国では YouTube をやっているっていうのは珍しいことですかね。自分の友達は YouTube やっていたりしますか？なんか私は YouTube をやっている友達ってほとんどいなくて、結構自分は珍しいタイプかなと思うんですよね。で、別に友達に YouTube やってるよって言っても、馬鹿にされることは全然ないんですけど、なんかちょっとね、恥ずかしいような気持ちがして言っていないですね。でも、もしかしたら、私の友達とか家族とかが YouTube を検索していたら、何かのきっかけでいきなり私の動画がポンって出てくることがあるかもしれないよなって思っています。でも、ここまでいろいろなことを話してきていますけど、別になんか恥ずかしいことをやっているつもりはないので、自然にみんなが知っていってくれるのは悪くはないかなって思っていますね。はい。じゃあ、こんな感じで次の話題に移りたいと思います。はい、もう12月になりましたね。日本では12月のことを師走と言います。師走。漢字で死が走ると書くんですよ。死というのはお坊さんのことを指します。お坊さんが走る月。なんだか忙しそうな雰囲気が伝わりますか？そう、お坊さんは、年末すごくお仕事が多くて忙しいんですよね。なので、日本人はすごく忙しい月ですよっていうのを表す言葉になっています。ね、何が日本人はすごく12月忙しいかというと、お正月の準備ですね。1月1日から日本のね、お正月が始まるんですけど、そう、何をするか少し話したいと思います。日本人が特に年末やらないといけないことの一つに大掃除があります。大掃除。そう、みんな家をきれいにして神様を迎え入れる準備をするんですね。そう、だから、例えば私は窓の掃除をしましたね、最近。そう、窓がいくつかあるんですけど、やっぱり1年間、経つとかなり汚れます。土が
風で飛んできて土がついたり、埃とかもつくので、汚れます。それを雑巾で、水できれいに拭いてピカピカにしましたね。あとは、キッチンも普段は掃除できないような細かいところとか、あとはお風呂も細かいところとか、いろいろ掃除する場所がありますね。本来は、12月にやる人が多いんですが、もう寒いので、11月くらいから掃除をする人も結構多くなっていると思いますね。11月の気候がいい時だったら、本当に、外の窓も水で拭くのが寒くなかったりしますよね。そんな感じで、まず大掃除、まず一つね、すごく大変な仕事としてあります。そして、あとは、年賀状。年賀状って聞いたことがありますか？はがきなんですけど、そのはがきは、明けましておめでとうございますと書いてあります。みんな、年末に書いて、お正月の元旦に届くようにします。だから、年が明けたね、おめでとう、今年もよろしくね、という気持ちを込めたはがきです。最近はもうはがき文化がかなり薄くなってきていて、メールで済ます人もとっても多いです。でも、お年寄りとかは、年賀状という特別なはがきに、ちゃんと誰々さんへ住所書いて、メッセージも書いて、もう何百枚とポストに入れる人もいます。私もね、本当に昔、10年前くらいまでかな、は年賀状を毎年出していましたね。でもだんだんやっぱり、もらえる数も減っていくし、自分もめんどくさくなっちゃって、やらなくなりましたね。最近は、だから、メッセージでみんなに明けましておめでとうって送っています。その年賀状、何がそんなに特別なハガキかというと、年賀ハガキには番号が振ってあるんですね。で、その番号で、宝くじというくじが、ついているんですよ。で、年が明けてしばらくしたら、その当たりくじの番号が発表されます。で、自分の番号とその当たりくじを見比べて、私当たってるじゃんってなると、ちょっとしたギフトがもらえます。昔はそういうたくさん年賀状を交換していたので、たくさんその番号も持っていて、当たったこともあります。ちょっと、本当にね、ちょっとしたプレゼントだったんですよね。何だったかな？切手をもらいましたね。切手を何百円分かもらったことがあります。でもっと多分、いい賞だったら、物がもらえたりするのかな。ちょっとあんまり覚えていないですが、はい。年賀状にはそういう宝くじがついているんですね。はい。で、あと、年末の準備といえば、お歳暮がありますね。お歳暮というのは、年末にお世話になった人に贈るギフトのことですね。例えば、油のセットとか、食用の油をたくさん送ったり、コーヒーを送ったり、あとはハムを送ったり、日持ちがするものを送り合うという慣習があります。で、これは、個人も送り合うんですが、会社同士でも送ることがありますね。私が会社で働いていたときは、
自分たちが仕事を良くする会社からお歳暮が送られてきていました。そう。で、みんなで、会社のみんなで、そのお歳暮を分け合って持って帰ったりしていましたね。このお歳暮の文化も、お年寄りとか、ちょっと年が上の人がよくやることで、もう若い人はあまりやらないですね。お歳暮をもらっても、返さなきゃいけないみたいな、ちょっとプレッシャーを感じてしまうし、そういうお互いにプレッシャーを与え合うのは良くないよね、みたいに考えている若者が多いような気がしますね。はい。で、あとは、おせちの準備。おせち料理の準備が結構大変だと思います。おせち料理というのは、元旦1月1日からだいたい3日くらいまでに食べる料理のことです。すごく縁起が良くて美しい感じの料理なんですよね。で、それぞれおせち料理に入っている料理、一つ一つの料理には意味があります。例えば、エビ。エビは、背中が丸まっていますよね。で、背中が丸まるくらいまで長生きできるようにという思いが込められています。あとは、黒豆とかも入っているんですが、黒豆は豆に働けるようにという、元気に働けるようにという意味があります。あとは、昆布もよく使われるんですが、昆布にも、縁起がいい、喜ぶみたいな、そういうちょっと、ダジャレのような感じなんですが、幸せになれるように、はい、という意味が込められていますね。で、本当にたくさん、料理の種類があるんですが、それぞれ、例えば長生きできるようにとか、幸せになれるように、あとは、畑でたくさんの野菜やお米が取れますようにとか、いろいろな願いが込められています。はい。で、これは、もちろん、正月に食べるものなので、正月の前に準備する必要がありますね。だから特にクリスマスが終わった後くらいから、みんなね、頑張って料理をします。そう。で、私も何品か作りますね。何品か作って、で、作れないようなものに関してはスーパーで買ったりします。全部家で作る人ももちろんいるんですが、本当に大変だと思いますね。たくさんの、野菜や豆や海鮮類、お肉も買わないといけないし、3日まで食べるから、しっかり味が濃いものを作らないと腐ってしまいますよね。そう、そういう、味を濃くしないといけないとか、美味しくないといけないとか、考えることがたくさんありすぎるので、私はとても全部作ることはできません。はい。で、もちろんそのおせちの箱のセットみたいなのをそのまま丸ごと買う人もたくさんいますね。インターネットで注文することもできる。そしてあとはスーパーとかで注文することもできます。もうたくさんの場所でおせちは手に入れることができますね。もし皆さんが日本に住んでいておせちを試したいなという人がいたら、スーパーに行けば、もうたくさんちっちゃいパックで、はい、じゃあこれはエビとか、これは黒豆とか、いろんな種類が少しずつ買うことができるので、ぜひぜひ買ってみてはいかがでしょうか。はい。そうですね。あと何かな。
あとは、お正月飾りがあります。お正月飾りにはいろいろあるんですが、今もううちで用意しているものとしては、この鏡餅があります。はい。こうやって2段お餅を重ねたものですね。はい。で、プラスチックでカバーされています。スーパーでこれは買うことができて、最近はこうやってね、プラスチックでカバーされていて、長持ちします。でも昔はもちろん自分たちでお餅をついて、生のお餅を重ねて飾っていました。はい。で、最近もお餅をつく人はたまにいるので、そうやって生の餅で鏡餅を準備している人もいると思います。もう私はね、もう生の餅をつくことはないので、いつもこうやってプラスチックでカバーされたお餅を買います。で、上がみかんのものもよく置いてあるんですが、これはね、来年の干支の馬がついています。これ馬です。かわいいですよね。そう。で、皆さんの国は干支という考え方がありますか？アジアの国では干支をよく使っていますよね。年と動物を結びつけたものです。十二支と言ったりもして、12頭の動物がいます。はい。ネズミ、牛、虎、ウサギ、竜、蛇、馬、羊、猿、鶏、犬、イノシシの12種類です。はい。で、この干支はどういう時に使うかというと、こういうふうに飾りとして使ったり、あとは会話の中でよく出てきます。あなた何年生まれ？何年かな？みたいな。干支は何？とか、そういうふうに会話でよく使います。で、私は、馬年なので、来年年女になります。年女というのは、その自分の、干支が回ってきた、ちょうど回ってきた人のことを言うんですね。男の人は年男、女の人は年女です。はい、ちょっと年齢がバレてしまいそうですけど、私は来年年女ですね。年女は、ちょっと縁起がいい年というふうに言われていますね。干支十二支について家に本がありました。これは絵本で、この十二支の由来についてわかりやすく書いた本です。そう、なんでたくさん動物がいるのに、この12種類が選ばれたのか、少し不思議ですよね。そう。でも、ちょっとこの本を私が読むと、コピーライトに触れてしまうので、わかりやすく自分の言葉で説明をしたいと思います。ある時、神様が動物たちに手紙を書きました。手紙は12月30日に書かれました。その手紙には1月1日に動物のレースを行います。そして一番早く着いた動物がその年のリーダーになります。12種類の動物を選んで1年交代でリーダーを変えていくことにします。というものでした。なので、国中のたくさんの動物が準備をして神様のもとに向かうことになりました。それで1位から12位だったのがこの12種の動物たちですね。で、たくさん動物がいる中で一番小さくて遅そうなネズミが1位だったのはどうしてだかわかりますか？ネズミは実は
牛の背中に乗ってレースに参加したんですね。で、牛が頑張って神様の近くに行った時に、ネズミがぴょんって飛んで前に出たそうなんですよ。で、それでネズミが自分の力を使わずに1位でゴールをしました。そう、賢いですよね。なので、こんなに遅そうなネズミが一番最初になったそうです。そうで、猫がこのレースに参加できなかったのはどうしてかわかりますか？実はネズミが猫に嘘をついたそうです。ネズミは1月2日にレースがあるよって猫に言ったんです。だから猫は最初から1月1日のレースに参加できなかったんです。気づいたらレースは終わっていました。それで猫はネズミにすごく怒ってネズミを追いかけるようになりました。今もトムとジェリーのように猫とネズミはすごく仲が悪いという話がよくありますよね。それはこの干支のレースが原因だったという話があります。はい、面白いですよね。はい。皆さんの国ではお正月をどうやってお祝いしていますか？多分これは国によって全然違いますよね。日本では12月31日にお蕎麦を食べる風習があります。年越し蕎麦と言いますね。そうで、年越し蕎麦を食べた後は、年が変わるのを待つんですけど、私が小さい頃はよくお寺に行って、除夜の鐘をついていました。除夜の鐘というのは、お寺にある大きな鐘をつくことなんですけど、108回音を鳴らします。この108回という数は、煩悩の数と言われています。煩悩というのは、自分を苦しめる心のことらしくて、ちょっと難しいことはわからないんですが、その一回一回鐘をつくごとに、その悪い心、悪い煩悩が消えて、で、新しい年を元気に明るい気持ちで迎えられるという願いがね、込められているそうです。そうで、だからお寺が近い家の人は、年が変わる頃に、ゴーンゴーンっていう鐘の音が聞こえ始めます。その音が聞こえると、お正月だなって感じるんですよね。だから海外でよく年が変わるときに花火でカウントダウンをしたりする国もあると思います。でもね、日本は静かなお正月が多いと思いますね。本当に時間のテレビとかは、結構、歌番組とかはカウントダウンで歌を流し続けているチャンネルもあるんですが、鐘をつくだけのチャンネルとかもあるんですよね。私はその鐘をつくだけのチャンネルが結構好きで、そのお寺の鐘の音をずっと聞きながら、次の年はこんな年にしたいなみたいなことを考えていますね。で、本当に平和な気持ちで新しい年を迎えることをよくしますね。そう。そして年を越したら元旦にはおせちを食べますね。家族で集まってお正月のごちそうを食べます。で、お餅を食べるお雑煮という料理を出したり、あとはさっき説明したような縁起のいいおせち料理を食べますね。そして子供たちにお年玉を配ります。お年玉というのは
お金が入った封筒のことで、おじいちゃん、おばあちゃんから小さな子供たちに対してお金をあげたり、親から子供にあげたりしますね。そう、子供の頃はね、もうそのお年玉が嬉しくて、本当にお正月が待ち遠しかったのを覚えています。で、基本的にその元旦も次の日も静かに過ごす人が多いと思いますが、神社やお寺では初詣をする人もいます。初詣というのは神様や仏様に新年の挨拶をしに行くことです。で、今年もよろしくお願いします。と、お願いをして、自分も幸せな年になりますように、と祈ることです。本当にね、たくさんの神社やお寺で初詣があるので、もうすっごく混雑します。人気のあるお寺なんかでは、入るまでに何時間も並んだりすることもあるみたいです。で、私は初詣ですっごく人が多いのが結構苦手で、いつもね、もう人がいなくなったような時期、1月の7とか8とか、遅い時には15日とか、もうそれぐらいの時に初詣に行ったりします。で、あんまり私は宗教とか信じていないんですけど、でも日本人として、やっぱりなんか新年になるとお寺や神社に行って、挨拶というか、ちょっとお祈りをしたくなりますね。これはやっぱりもう日本の文化的なことだと思っていて、あまり宗教とは関係ないんじゃないかなと思いますね。多くの人が宗教を考えずにお祈りをしに行っていると思います。はい。そんな感じですね。で、大体こういう飾りのものとかは15日、1月の15日くらいまで飾って、その後外すと思います。はい。そうで、さっきね、他の国のお正月ってどんな感じなのかなと思って調べていました。そもそもね、アジアの多くの国では、1月1日にお正月のお祝いをしない国も多いんですよね。日本は新暦、太陽暦を使ってお正月を1月1日にお祝いしています。でも、韓国とか中国、あとはベトナムとかタイなんかでは、旧暦の1月1日にお正月をお祝いするそうですね。はい。で、旧暦の1月1日というと、今のカレンダーで1月の終わりから2月の頭ですね。そう、だから、友達が、台湾とかマレーシアとかに住んでいるんですが、なんか本当に仕事とかも1月2日から始まる人とか結構多いんですよね。なんか、そうか、旧暦のお正月だったら、新暦のお正月は、なんか本当に全然お祝いしないんだなと思ってびっくりした記憶があります。皆さんの国ではどうですか？一応1月1日はお休みになるんですかね。さすがに1月1日はお休みするのかな？どうなんでしょうか。でね、すごく面白いお正月を見つけたので、ちょっと読みたいと思います。まず、スペインは大晦日31日の夜12時に12粒のブドウを鐘の音に合わせて食べる習慣があるそうです。各粒のブドウに願いを込めて食べることで新しい一年が幸せになると言われているそうです。面白い。ブドウね。で、次、スコットランド。
旧年を、前の年を追い出して新年を迎えるために古い家具を燃やしたり、家の外に向かって大きな音を出す風習があるそうです。家具燃やすんですね。すごいびっくり。結構じゃあ、新年に新しい家具を買うことが多いんでしょうか。そしてドイツ、ベルリンでは幸福を呼ぶと言われている豚の形をしたマシュマロを食べる風習があるそうです。面白いですね。マシュマロか。でも、これはベルリンでって言っているので、他の都市では全然違う習慣があるんですかね。次、イタリア。レンテッレと呼ばれるレンズ豆を食べる習慣があります。レンズ豆は豊穣の象徴であり、新年を豊かに過ごせるようにと願いを込めて食べられます。なるほど。お米とか野菜とか麦とかがしっかり育って取れるようにというお祈りですね。なるほど。メキシコ、ポサダと呼ばれるクリスマスの行事が12月16日から始まります。これはクリスマスですね。正月じゃないのか。そうか。はい。フランス、ガレット・デ・ロワと呼ばれるケーキの中に小さな陶器の人形、フェーブが隠されていて、それを食べた人がその年の王様や女王になるという風習があるそうです。このでもガレット・デ・ロワって聞いたことがありますね。多分日本でもフランスのお菓子って結構有名で、多分食べたことがあると思いますね。なんかフランスで修行しているパティシエってすごく多くて、このガレット・デ・ロワを売っているお店は結構多いかもしれないです。日本では。はい。で、次。南アフリカ。ロボロスという新年祭りは伝統的なダンスや音楽を楽しみ、祖先を敬う儀式が行われます。南アフリカの新年のお祭りとかすごく興味がありますね。どんな感じなんだろう。次、ブラジル。リオデジャネイロのカーニバルが有名ですが、新年も盛大に祝われます。ビーチで花火を鑑賞したり、音楽を聴いたりして新年を迎えます。そうか、ブラジルは、新年の時期は暑いですもんね。みんなビーチで水着でお祝いするのかな。なんかすごくお祭りが好きなブラジルらしい祝い方で素敵ですね。はい。次、フィリピン。丸い形の食べ物や12種類の果物を食べる風習もあります。なんかさっきのスペインも12粒のブドウで、フィリピンも12種類の果物ということなので、やっぱ12という数はいろんな国で大切に思われている数なんでしょうね、きっと。はい。次、ニュージーランド。マオリ族の伝統的な新年であるマタリキは、プレアデス星団が夜空に見え始めた頃に祝われます。どういうことだろう。収穫を祝い、先祖を敬う儀式が行われます。星が大事なんですね、じゃあ、ニュージーランドは。なるほど。はい。こんな感じですね。そう、なんか本当に自分の国のお正月ぐらいしか正確にわからないですね。隣の韓国とかのお正月もどういうふうにお祝いするか全然わからないですね。
よかったら皆さんコメントでどういうふうにお祝いをしているか教えてもらえたら嬉しいです。はい。もう1ヶ月ないぐらいでお正月になりますね。私は毎年この時期すごく忙しいんですよ。なぜかというと、1年の写真を整理する時期なんですね。皆さんはスマホで写真をたくさん撮りますか？私はもうめちゃくちゃ写真撮るんですね。特に子供が生まれてから子供の写真がすごく増えてしまって、でも携帯のデータがパンパンなんですよ。で、しかも携帯で撮った写真ってあまり見返さないんですよ、私はね。もうすっごい昔の写真とか、なんかもう何年も前の写真をわざわざスマホで探さない。だから、紙に印刷をしたいんですよね。アルバムをプリントアウトして作りたいんですよ。だから、今は、アルバムを作るアプリっていうのがたくさんあるので、それで必死でね、もうスマホでフォトアルバムを作っているんですよ。で、もう、何冊かな？だいたい毎年3冊とか4冊とかの分厚いフォトアルバムを作って、で、それでやっと、1年終わるなっていう感じがします。写真の整理って本当に大変ですよね。自分が小さな頃の写真って実はあんまりないんですよ。というのも、私が小さい頃、高知県に住んでいたんですけど、高知県で大きな洪水があったんですね。で、家がもう、その子供の身長ぐらいまで水で浸かってしまって、で、私の写真とかもほとんど流れてしまった。水に浸かってしまったんですね。だからね、赤ちゃんの時の写真とかは多少あるんですけど、ほんと写真が少ないですね。だからっていうのもあるんですけど、自分はたくさん写真を印刷してしっかり持っておきたいという気持ちが強いんですね。で、クラウドの容量を増やしたりするべきなのかなと思いながら、毎年ね、もう何万枚、3万枚ぐらいの写真を、とりあえずフォトブックにして、消したりとかしてるんですよ。ね、これ消す作業すっごくめんどくさくないですか？そう。アップルフォトじゃない。Amazon フォトとか Google フォトとかにダウンロードしたらいいよとか聞いたこともあるんですけど、それも結構めんどくさいし、そう、どうしたらいいのか教えてください。もうね、本当に写真の整理が大変だし、もう携帯もいつも容量がパンパン、もう容量オーバーしそうで大変なんですよ。で、パソコンはパソコンで YouTube の動画がいっぱい入ってて、もうパソコンもデータがいっぱいですっごく重たいんですよね。だからこのこの今の時代、データとどうやって向き合うかってすごく難しいですよね。一応、子供の大切な写真とかは印刷するのと、あとは、写真を保存できる子供用のアプリみたいなのがあって、それに、分けて保存をしているんですけど、はい。消えたら一番悲しいものが写真ですね。そうそうそう。皆さんアイディアがあったら教えてほしいなと思います。はい。じゃあ、どうかな？今何十分ぐらい喋ったのかな？はい。じゃあ今日はこんな感じで私の YouTube の思い出とお正月について話をしました。次回は
クリスマスについて話をしようかなと思います。はい。じゃあ、今日のトランスクリプトはまたペイトリオンで配信しようと思います。そして、この動画が面白いねと思った方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。で、またお友達にね、紹介してもらって、広めてもらえるととっても嬉しいです。はい。それでは、この動画がいいねと、さっきも言った。さっきも言ったけど。はい。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。